深夜の公園に20歳の大学生を取り囲んだ6人の笑い声が響いていたのだ。殴る、蹴る、全裸にさせる、それが2時間にわたって続き、青年は血を流し続けたのだ。2時間も？しかも6人がかりでなの？暴行の最中、川村被告はその場を離れてコンビニへ向かい、タバコと弁当を買って戻ってきたのだ。被告らはその暴行の一部始終をスマートフォンで撮影し、動画として記録していたのだ。なぜ6人もの人間が笑いながら1人の命を奪うことができたのかしら。2024年10月、北海道江別市の公園で当時20歳の大学生永谷智也さんが6人に囲まれ命を奪われたのだ。永谷さんはまだ20歳だったのね。大学生活がこれからだったのに。永谷さんは地元で真面目な学生として知られており、友人たちからは穏やかで優しい性格だったと語られているのだ。彼が標的になった背景には、交際相手だった八木原天被告が加害者グループの一員だったという事実があるのだ。交際相手が加害者側にいたの？それって最初から罠だったということ？グループは川口優斗被告を中心に形成された6人組で、事件当日に永谷さんを公園へ連れ出す計画を立てていたと伝えられているのだ。川口被告は当時18歳でありながらグループを仕切る立場にあり、暴行の段取りを主導したとして主犯格と位置づけられているのだ。18歳がグループを仕切って恋人まで使って呼び出すなんて周到すぎて怖いわ。グループ内では役割分担があり、暴行を加える者、動画を撮影する者、見張る者と行動が整理されていたと報じられているのだ。さらに事件の4日前、コンビニの防犯カメラには川村被告がぶっ殺すぞ、ぶん殴りたいと発言する様子が記録されていたのだ。4日前からそんな発言が記録されていたの？計画性があったということよね。この会話は川村被告と八木原被告の間で交わされており、事前に標的として永谷さんが想定されていた可能性を示す証拠とされているのだ。永谷さん自身も身の危険を感じていたとみられ、暴行を受ける最中、自身のスマートフォンで音声を録音していたのだ。助けを求めることもできないまま自分で記録するしかなかったのね。どれほど怖かったかしら。その録音が後に証拠として公判で用いられることになるのだが、録音を始めた時点ではまだ最悪の結末を回避できると信じていたのかもしれないのだ。この後事態は急転するのだ。加害者らは永谷さんを公園の暗がりに追い込み、6人がかりで殴る蹴るの暴行を加え始めたのだ。現金やキャッシュカード、クレジットカード、そして暗証番号までもが奪われたのだ。少年の一人が永谷さんを全裸にすることを提案し、頭髪に火をつけ土下座を強要するという凄惨な行為が続いたのだ。その暴行はおよそ2時間にわたって続き、永谷さんは逃げることも助けを呼ぶこともできない状況に置かれ続けたのだ。さらに川村被告と八木原被告は暴行の途中で現場を離れ、近くのコンビニでタバコや弁当を購入し、八木原被告は車内で弁当を食べていたと報じられているのだ。その間も永谷さんへの暴行は現場で続いており、命が奪われようとしていた瞬間に加害者の一部は食事をしていたのだ。信じられないわ。人の命が消えようとしている場所を離れて弁当を食べていたなんて、人間としての感覚が完全に壊れていたとしか思えないわ。永谷さんの死因は外傷性ショックで、全身の20から 30% もの血液が失われていたと公判で明らかにされているのだ。その後、永谷さんが残した音声録音や被告らが撮影した動画が捜査の重要な証拠となり、6人全員が強盗致死罪で起訴されたのだ。裁判では2026年6月、川村羽音被告に懲役30年、滝沢海博被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上13年以下の不定期刑が言い渡されているのだ。なお、当時16歳や17歳の少年被告については少年法の規定により不定期刑が適用されており、成人とは異なる量刑の枠組みで裁かれているのだ。残る川口優斗被告と当時17歳の少年については2026年8月に判決が予定されており、八木原天被告の裁判もその後に控えているのだ。6人全員が法廷に立つことになったので、永谷さんが残した録音が真実を証明することになったのはせめてもの救いだけれど、それでも胸が痛いわ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず僕が気になるのは、なぜ永谷さんはあの夜6人もいる集団の中に引き込まれてしまったのかという点なのだ。交際相手の八木原被告が関わっていたのよね。一番信頼している人が仕掛け人だったとしたら断るのはほぼ不可能じゃないかしら。僕もそう思うのだ。親密な関係を利用して状況に引き込む手口は組織犯罪で最も典型的なパターンで、まさかこの人がという信頼が判断力を狂わせるのだ。でも集合場所が公園だったり徐々に人数が増えていったりした可能性はないかしら。最初から6人がいたわけじゃないとしたら逃げるタイミングを奪われていったとも言えるわよね。その見方は重要なのだ。人は状況が段階的に悪化するとき、まだ大丈夫
と自分に言い聞かせながら引き返せなくなる。これを心理学ではゆでガエル効果と呼ぶのだ。じわじわと逃げ場を塞がれていく感じね。暴行が2時間にわたったという事実がそれをよく表しているわ。さらに深刻なのは集団の中では個人の罪悪感が薄まるという点なのだ。6人がいることで自分だけがやっているわけじゃないという意識が生まれ、行為がどんどん残酷になっていくのだ。頭髪に火をつけたり全裸にしたりという行為が出てきたのもそういう集団心理の暴走なのかしら。一人だったら絶対にやらないことを集団はさせてしまうのよね。コンビニで弁当を食べて戻ってくるという川村八木原両被告の行動も、僕には自分たちが何か恐ろしいことをしているという感覚が完全に麻痺していた証拠に見えるのだ。それって逆に言えば集団にいると自分は正常だという感覚が保たれてしまうってことよね。それが一番怖いわ。僕はやっぱりこの事件の本質は信頼関係を入り口にした段階的な支配にあると思うのだ。最初の一歩さえ踏み込ませてしまえば人は集団の論理に取り込まれていく。自分だけは大丈夫という過信こそが最大の隙になるのだ。私も同じ見方をしてるわ。信頼している相手が誘った時疑うことへの罪悪感が先に出てしまう、その心理を利用した犯行だったということよね。次に川口優斗被告という人物の像についても考えてみたいのだ。6人の中でも主犯格と位置づけられ、永谷さんの交際相手である八木原被告を通じて被害者を呼び出したとされているのだ。信頼関係を完全に道具として使ったってことよね。でも川口被告はどうやって他の5人を動かしていたのかしら。僕は川口被告の支配の中心は恐怖と金銭的な利得の組み合わせだったと思うのだ。2時間にわたる暴行の中で現金、カード、暗証番号まで奪っており、グループ全体が略奪の利益を共有する構造だったのだ。それって金銭的な利益でメンバーを縛っていたってことよね。逆らえば自分は次の標的になるかもしれないという恐怖もあったんじゃないかしら。その両方が組み合わさることで集団から抜け出せなくなる構造が生まれたと僕は思うのだ。暴行の様子を動画に撮影していた事実も証拠として互いを縛り合う抑止力になっていた可能性があるのだ。撮影が仲間同士の共犯証明になっていたということ？それは本当に巧妙で恐ろしい仕組みだわ。そしてなぜこうした集団が事件当日まで野放しになっていたかという問題も見逃せないのだ。コンビニの防犯カメラには事件の数日前から川村被告がぶっ殺すぞと発言している映像が残っていたのだ。それが事前に把握されていれば永谷さんは助かったかもしれないのよね。日常的な暴力的言動が周囲に見えていなかったのか、見えていても通報されなかったのか、どちらにしても見逃されていたということよね。僕はこうした集団犯罪が摘発されにくい最大の理由は被害者と加害者が顔見知りの関係にあるという点だと思うのだ。交際相手を通じて呼び出すという手口は外部から見れば単なる友人間のトラブルに見えてしまうのだ。警察や行政が介入するきっかけをつかみにくい構造になっていたということよね。それに永谷さん自身が音声を録音していたということは自分で証拠を残すしかないと感じていたのかもしれないわ。その録音が残されていたという事実は永谷さんがどれほど切迫した状況の中にいたかを示しているのだ。助けを求める手段が自分のスマートフォンしかなかったという現実は周囲の無関心と通報経路の細さを同時に示しているのだ。被害者が自分で証拠を残さなければいけない状況そのものが社会の失敗だと思うわ。僕はやっぱりこの事件は関係性を悪用した集団支配と見えにくい暴力への社会的無関心が重なって起きた構造的な悲劇だと思うのだ。首謀者個人の異常性だけに帰結させてしまうとまた同じ悲劇が繰り返されるのだ。私も同じ見方をしているわ。一人一人の行動とそれを見逃し続けた構造両方を問い続けなければいけないのよね。というわけで今回は2024年10月に北海道江別市で起きた大学生集団暴行死事件を解説したのだ。どうだったメタン？改めて振り返ると永谷さんが2時間もの間逃げられずに暴行を受け続けたという事実が胸に刺さるわ。集団の中に入り込まれた孤立した人間がどれだけ無力な状況に置かれるか今回の事件は改めて教えてくれたのよね。首謀者を裁くだけでなく構造そのものへの問いかけが必要だと私は思うわ。長谷智也さんは当時20歳。これからの人生がどこまでも広がっていたはずの大学生だったのだ。その命が奪われた事実はどんな判決が下されようとも消えることはないのだ。永谷さんのご冥福を心からお祈りしているわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。